明治10年1月29日、鹿児島の私学校生徒の暴走により始まった国内最後の内戦、西南戦争。日本の近代化の命運が冷たい雨の降り続くこの坂で決まろうとしていました。その天王山となった田原坂。天然の要塞と呼ばれたこの地で同郷の者同士が刃を向け合う。そしてその最前線には抜刀隊がいました。泥沼と化した田原坂。政府軍には何としてでもここを突破しなければならない理由がありました。十数キロ南の熊本城が殺軍に包囲され、孤立無援となっていたのです。城内の食料は尽きかけ、まさに落城寸前。友軍を救うため大砲を通せる道はここしかありません。しかしだからこそ殺軍もここを死守すべく徹底抗戦を選びました。突破か阻止か、両軍の運命が交錯した場所、それがこの田原坂でした。しかしここは天然の要害。1の坂、2の坂、3の坂、頂までの 1.5 キロは高い土手に挟まれ、視界も悪い曲がり道。この狭くくぼんだ場所を突き進む必要があったのです。視界は悪く、銃撃は役に立ちません。混乱する徴兵されたばかりの若い兵士たち。そこへ覚悟を決めた殺軍の切り込みになすすべもなく圧倒されていきました。銃が役に立たないのなら切るしかない。そこで編成されたのが剣の達人を集めた抜刀隊でした。その主力は一般に知られる旧会津藩の復讐部隊ではありませんでした。それは政府側に残った薩摩の士族たち、つまりかつての同胞が薩摩の者を討つために剣を振るう。近代化を進める明治政府が刀に頼るという皮肉な運命を背負った部隊だったのです。なぜこのような喜劇が起きたのでしょうか。その答えは4年前の明治6年政変にあります。新政府が急速な近代化を進める一方、朝鮮は日本の新体制を認めず、国交は断絶したままでした。そして明治6年、徴兵制の施行により武士の役割が否定され、士族たちの間には不満が静かに広がっていきました。政府内ではこの不満を国外へ向け、国威を示すべきだという声が高まり、朝鮮への強硬外交、静観論が浮上します。西郷隆盛は武力衝突を避けるため、自ら特使として命を懸け交渉に臨もうとしました。しかし大久保利通相倉友ミラは内政と近代化を最優先すべきだとしてこれに反対。同年10月、明治天皇は新潮派を支持し、静観論に敗れた西郷は政界を去りました。その後も政府は改革の歩みを止めません。明治9年、廃刀令により士族は公の場で刀を刺すことを禁止され、さらに蟄禄処分により士族の収入は完全に断たれました。役割を失い、誇りを奪われ、生活の道を閉ざされた士族たち。その不満はやがて佐賀、熊本、福岡、山口での士族反乱、そして明治10年の西南戦争へとつながっていきます。西郷を慕う多くの薩摩出身者も東京を離れ鹿児島へ戻っていきました。彼らが後に殺軍の中核を成していきます。一方、東京にとどまった薩摩の男たち、
大久保利通、川路俊義。彼らは近代国家の礎を築くことこそ重要と信じ、政府を支え続けました。警視隊で組織された別動第三旅団の長として参戦した川路は、田原坂で抜刀隊を投入します。そしてその奮戦は戦いの流れを変えることになります。かつて同じ釜の飯を食い、明治維新を共に駆け抜けた仲間たちが、国の未来をどう描くかという違いだけで、互いに刀を向ける運命へと分かれていったのです。そして霧深い3月14日早朝、抜刀隊は薩軍が守る田原坂の側面にあたる重要拠点横平山への攻撃に投入されました。同じ薩摩に生まれ、かつては共に維新を駆け抜けた者たちと敵味方に分かれて刃を向ける戦いです。激しい雨と泥に阻まれ、戦場は混戦となります。抜刀隊は距離を詰め、白兵戦に踏み込みました。激闘の末、横平山は政府軍の手に落ち、田原坂の戦況が動き始めていきます。そして3月20日、天候の回復とともに政府軍は田原坂の総攻撃を開始。物資と弾薬が乏しくなっていた薩軍は撤退を余儀なくされ、田原坂は政府軍の手に落ちました。この戦いによって抜刀隊の名は広く知られるようになります。しかし田原坂以降、抜刀隊は政府軍の主力として戦争を推し進めたわけではありません。彼らは数ある部隊の一つとして局地戦や要所で投入されていきました。やがて迎える薩軍最後の戦い、城山。そこは抜刀隊の刀が戦局を決する戦場ではなく、圧倒的な兵力と補給を備えた政府軍全体が戦争そのものを終わらせる場でした。明治10年9月に14日、西郷隆盛は自陣。抜刀隊の名は西南戦争を象徴する伝説として後世に語り継がれてゆくことになります。しかし戦場に残されたのは、勝者と敗者その双方に刻まれた消えることのない悔恨でした。そして翌年5月14日、盟友であり維新を共に成し遂げた大久保利通もまた不平士族の狂人に倒れます。抜刀隊が駆け抜けた田原坂、西郷が見上げた城山の空、今はただ静かに歴史の1ページとして刻まれています。しかし彼らが残したものは悲劇だけではありませんでした。敵味方の区別なく救護活動を行った博愛者の精神は、やがて日本赤十字社へと受け継がれていきます。また抜刀隊の奮戦は銃の時代にあっての剣の意味を問い直し、警察剣道をはじめとする現代武道へとその精神を結実させました。そして彼らを称えて作られた軍歌抜刀隊は姿を変え、陸軍分裂行進曲として今も式典の空に鳴り響いています。今田原坂の地を歩けば104年の時を超え、あの日の雨、泥、そして命の叫びが静かに私たちに語りかけてきます。
8ヶ月に及んだ西南戦争。散っていった命は両軍合わせて1万4000。その4分の1がわずか17日間のこの地田原坂で消えていきました。ここはモノノフたちが最後に駆け抜けた夢の跡なのです。Ha ha ha ha!